どうもー、こんにちは。極真空手歴20年以上の青木と言います。本日もそこから得られた知識や経験を皆様にお話ししていきたいと考えております。合気道。最近は YouTube でのコラボレートなどを中心として何かと話題に上がっている武道、格闘技と言えるかもしれません。その摩訶不思議さ、神秘性、そこに皆憧れを抱き、幻想を抱き、追い求めている、そういった一面も見られると言えます。そもそもが海外で武道が広まった一因には、そういった従来のスポーツや格闘技にはない分かり得ない複雑さが大きなものであったことは間違いないでしょう。パッと見では理解しがたい大きな体格差がある小柄な人間が何気ない動作で大男を一瞬のうちになぎ倒してしまう合気道。曲がりなりにも極真空手を20年以上やってきたものから見たらどう捉えられる。まずかなり古い自分のことではありますが、私の先生に合気道について聞いたことがありました。曰く合気道とは超高等技術であり、それを得得した者は、道に達した者は強さを得ているが、そこまで到達するのはたやすいことではなく、達することができなければ見出すことは難しい。大雑把に概要を捉えてしまえばこのような向きのことを言われたと思います。その先生にして極真空手家としては非常に卓越した技量を得ているとされており、おおよその技術に関してはそうそうそのような言葉遣いをしない人だったので、超高等技術という言葉には重みがあると捉えていました。そんな折、その第一人者でもあり最も高名な人物の一人ともいえる塩田剛三、その彼の考えに触れる機会がありました。その中で合気道とは何か、塩田剛三とは何者か、実践の場、修練の場、試合の場、そこにおいてどのような威力を発揮し、どのような強み及び弱点を有しているのか、それを考える機会に恵まれました。そこでそれについて語るにあたって、まず押さえておきたいというか、非常に重要な人物を知ることができたので、そこから始めてみたいと考えています。上島守平、言わずもがな、それまで合気柔術という名前であり体系存在であった、それを合気術、合気道という現在の形を体系化し作り上げた開祖として知られている現在の合気道の父でもあり最も重要な人物と言えるでしょう。その歴史的背景は知ってはいたのですが、その彼の実力、実態については、逸話については失礼ながらこれまで不勉強でありました。何しろご活躍された時代というのがかなり古いので、映像、特集された番組というのがなかなか見つからず、文献を探すのにも苦労したというのが実際でした。私は空手家ではありますが、同時にオタクでもあるので、いくつかの漫画で彼をモデルにしたであろう作品を見かけてきましたが、そのどれもがどうしてもメインで活躍させたい塩田剛三をモデルにしていたであろうキャラクターの引き立て役的な立ち位置のものが多かったように思います。喧嘩商売というタイトルから現在喧嘩家業というタイトルで連載が続けられている現実にある格闘技をモデルとした漫画の中では、柴原剛生という名前はどちらかというと塩田剛三と上島守平を足して2で割った名前のキャラクターが現れている。なんとなく立ち位置的には塩田剛三のような感じで、その彼が師匠の大東流合気柔術から合気道を確立させたという、おそらくは上島守平っぽいキャラクター、上田良太君に対して大山抹殺をモデルにしたであろう牛を殺した空手が山本陸に勝てないだろう。オイラを倒してみろと煽り、山突きで顔面を陥没させ、回転だけで頭を打ちつけ勝利するという場面があります。そして格闘技漫画というかバトル漫画と言った方がいいかもしれないグラップラー化けの中では、やはり上島守平のモデルであろう三越柴喜兵衛が弟子たちに刃物を持って周りを囲ませ、戦うことなく制すると、それがまやかしであると暗に示し、立ち合いに持っていき、畳に刀が刺さった中で向き合い、塩田剛三がモデルであろう渋川豪樹の拳を取り、投げたところ渋川豪樹が投げられながらも蹴りによって喜兵衛の足をすくい、バランスが崩れたところを襲いかかろうとして刀を取らせ、背中を切り裂かれ、それを免許回転として実質的に勝利したという描き方をされています。
漁師の漫画の描き方上、そうなってしまうのはある意味仕方なかったのでしょうが、それゆえに真実の上島守平の話を知り、その実態を知り、私は正直戦慄せざるを得ませんでした。若き日に天神神陽流柔術、柳生心眼流柔術などを学び、さらには柳生新火器流剣術、各武術の修行にも精通し、武田宗覚と出会い、大道流合気柔術の門下に入り、それまでの古来の各流各派の武道の精髓、大本教の宗教観を武道に取り入れ、独自の工夫を加えて和合、万有愛護などを理念とする合気道を創始したといいます。身長は156センチにして、その卓越した心技によって投げ飛ばす様から柔らの極みのように取り扱われることが多いですが、実際のところ幼少の頃よりその様々な武術、武道の修練、および軍隊での激しい鍛錬、北海道開拓に参加しての伐採作業などにより合力と呼ばれるほどのパワーを誇っていたといい、体重は20歳の時で75キロ、坂道を転落した馬車ごと上まで押し上げたなどの逸話も残っているといいます。あの講道館柔道の創始者、加納治五郎をして、その演武を見、これこそ真の柔道だと称賛したといい、当初の道場である工部館では、その秘技を無頼の輩に悪用されぬようにと、身元の確かな2人以上の保証人を入門の条件とし、皇族、家族、軍人、警察官、実業家、武道家の指定など、一部の層にその秘伝は限られていたといいます。その彼の逸話として、筆頭ともいえるものが、元大相撲力士、天竜を投げたというものでしょう。1939年春、満州国新京で日本武道を紹介するために行われた演舞会で、上島守平が演舞を披露したところ、喝采が起こると同時に、そのあまりの流麗さゆえに、やらせではないのかというざわめきが起こり、それを察した上島守平が、おそらくあなた方はこんなにうまくいくはずがない。成り合いでやっていると思われるでしょう。あなた方は武道をやっておられるから、我と思わん人は、このじいさんのところへ来てください。と腕試しを呼びかけたといいます。それに応じたのがその会を主催していた、満州国武道会常務理事の元大相撲関脇、天竜だったといいます。その時天竜は34歳。身長187センチにして、現役時代の体重は116キロといい、対する上島守平は55歳。年齢差は20歳。身長差は30センチ。体重差は40キロにも及ぶと思われます。それに上島守平は、あんた天竜さんじゃないですか。あんたもおそらくこのじじいがこんなにうまく投げられるとは思わないだろう。しかし武道というものはそんなものじゃない。そう言って左手の方が弱いからと左手を差し出し、あんたは力も強いだろう。力も何も入れてないから何をしてもいい。やってごらんなさい。と語ったと言います。それに天竜は、このじじい何を言っていると思い手をつかみましたが、その途端ハッとさせられることになりました。まるで鉄棒を掴んだような感じ。それに相撲家として実績のある天竜はこれはいかんと察し、とにかくねじ上げてみようと本人曰くグッとやったそうですが、びくともしない。それで両手を使って力いっぱいやろうとしたところ、その力を使われドーンと派手にひっくり返されたといいます。それに大いに驚き、その晩に上島守平のもとへ訪ね、弟子入りを懇願し、終生交流がついたといいます。その時のことを上島守平は、ちっとも大きいと思う。遥か下に見下ろしている気がして、手のひらに乗ったらそのまま握りつぶしてしまえばいいじゃないか、と感じたといいます。我々が当たり前に見えている世界、身長体重のハンデ、パワー、それによって発生する威圧感、そういう次元とは違う、まさに新たな世界を開拓した開祖としてのその真の実力の一端、秘密が垣間見えたエピソードと言えるでしょう。彼に関する逸話、それはとどまることを知らず、まだまだ紹介しきれるものではなく、引き続きその実態を追っていき、皆様に紹介していきたいと思います。ですのでぜひチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。本日もご視聴いただき誠にありがとうございます。